シェル課長、最近、会議中に強い眠気が出て、確認漏れも増えているんです。寝不足くらいで相談するのは、大げさでしょうか？大げさとは思いません。皆の前で注意する話ではありませんし、仕事の安全も含めて、体調を心配しています。6時間くらいは寝ています。でも朝から疲れていて、家族には、大きないびきと、息が止まっているような時があると言われました。それは気になりますね。舞さんの同意を得て、人事の雪課長と山猫先生に相談しましょう。眠気を気合や仕事への姿勢だけで判断してはいけません。今日は本人の同意を得て4人で相談の場を設けました。相談してくれてありがとう。睡眠は脳と体を休ませ、翌日の判断力や安全を支える大切な健康管理です。私は6時間寝ているので、睡眠時間は足りていると思っていました。厚生労働省の睡眠ガイドでは、成人は6時間以上を目安に必要な睡眠時間を確保することが勧められています。ただし、6時間は全員の合格ラインではありません。必要な時間には個人差があり、日中の眠気や朝の休養感も大切です。睡眠は長さだけでなく、眠って疲れが取れたかという質も見るのですね。その通り、睡眠不足では注意力や判断力、作業効率が下がり、仕事中のミスや交通事故、労働災害につながることがあります。睡眠の問題が長く続くと、肥満、高血圧、2型糖尿病、心疾患、脳血管障害の発症や悪化とも関連します。長く寝れば、全て解決するわけではないのですか？十分に眠る機会があるのに強い眠気が続くときは、睡眠時無呼吸症候群など、睡眠や覚醒の病気が隠れていることがあります。大きないびき、家族が気づく呼吸停止、眠っても取れない疲れ、仕事中の居眠りは受診を考えるサインです。睡眠時無呼吸は太っている人だけの病気でしょうか？肥満は大きな危険因子ですが、顎や気道の形などの問題でも起こり得ます。太っていないから大丈夫とは判断できません。睡眠時無呼吸は高血圧や糖尿病の悪化、動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞とも関係するため、放置しないことが大切です。生活の中で今日からできることも教えてください。まず、休日も含めて起きる時刻を大きくずらさず、朝は明るい光を浴びましょう。日中に無理なく体を動かすことも役立ちます。朝食をとり、就寝直前の夜食は避けます。カフェインは摂りすぎず、特に夕方以降は控えましょう。寝酒や深酒は寝つきをよく感じても睡眠の質を下げ、いびきや無呼吸を悪化させることがあります。睡眠薬代わりにしないでください。寝る前のスマートフォンも完全にやめなければいけませんか？ゼロにすることだけを目標にせず、就寝前は明るい画面と長時間の利用を減らしましょう。続けられる方法を選ぶことが大切です。生活を整えても眠れない、眠りで休めない、強い眠気が続く、仕事や生活に支障がある、そんな時はさらに我慢せず医療機関へ相談してください。特に強い眠気がある時は車の運転や機械、高所などの危険作業を無理に続けないでください。上司や人事、産業保険に相談しましょう。上司としては部下に病名を聞いたり、睡眠障害だと決めつけたりせず、仕事上の変化と安全を確認すればよいのですね。はい。人前で叱らず、個別に最近の様子を心配していると伝えます。診断するのではなく、相談先につなぐことが上司の役割です。人事は本人の同意とプライバシーに配慮しながら、産業医や医療機関への相談を支援します。必要に応じて安全のための勤務調整も検討します。相談することは評価を下げるためではなく、自分と周りの安全を守るためなのですね。その通りです。ところで最近、診療加盟に睡眠障害という表示を見かけるようになりました。制度が変わったのですか？2026年6月1日、医療法施行令が改正され、睡眠障害を内科などの診療加盟と組み合わせて表示できるようになりました。睡眠障害科という新しい診療科が一律に新設されたという意味ではありません。
新しい治療や専門医資格ができたという改正でもありません。相談先が表示から探しやすくなることが期待されているのですね。はい。受診先を探す情報面や心理面のハードルが下がり、適切な相談につながることが期待されています。医療機関を選ぶときは、表示だけを見ればよいでしょうか？表示だけで専門性が保証されるわけではありません。ホームページなどで診療する症状や病気、検査体制を確認し、わからなければ問い合わせましょう。迷うときは、まず、かかりつけ医に相談することも入り口になります。必要に応じて、適切な専門医療機関につないでもらいましょう。私は眠気を気合の問題にせず、仕事上の変化に気づいたら個別に声をかけます。人事として本人のプライバシーを守りながら相談と必要な勤務調整を支援します。私は生活を整え、それでも続く眠気やいびき、無呼吸のサインを放置せず、医療機関を受診します。眠れない、眠りで休めない、眠すぎる、これは相談して良い症状です。気合で済ませず、早めの対応で自分と職場の安全を守りましょう。この動画は一般的な情報です。個別の診断や治療、勤務上の判断は医療機関、産業医、人事などに相談してください。ご視聴ありがとうございました。